こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ、やっていきます。前回は、ザビさんたちが出てきてあかんってなりました。お前前回死んだやん、はある意味スパロボならではですね。どっかの白川さんとかな。ということでインターミッションです。スレッダーさんのレベルも上がってきたので、ビルギットさんと交代です。そして強化パーツはサンドロックさんにファティマを装備するぞ。実はサンドロックさんにとってすこぶる相性のいい強化パーツなんです。娘に違うと言われ、パパ涙目。ドズルさん悲しみの落胆。王国と書いてサンクキングダムと読む。振り仮名ないとわからんわ。つまりジャマイカンさんは高校生を拉致りたいと。意味合いが完全に変わってしまうのでアウトです。出撃数の関係で、ここはノインさんはお留守番。まあここでラストですしね。かわしてみせる。くそ、届かん。サンクキングダム防衛部隊のボールさんたちが頑張っておられます。頑張ってるとこ悪いんですが、時間の無駄なのでやめていただけないでしょうか。性能ひどすぎるだろう。運動性も走行もガンタンク以下なのはまあわかる。なぜ宇宙適性が B なのか。これはバカがボールでやってきても無理ですわ。そしてヤザンさんです。おなじみのハンブラビですが、今回はモビルアーマー形態での登場です。ヤザンさんたちのハンブラビは非常に強いですが、モビルアーマー形態のハンブラビは武器がビームガンしかないという悲しみを背負っています。そのため、射程は短い、威力は低い、弾数は4発しかないという、散々なありさま。そのくせして資金が非常に高いので、グールに次いで貯金箱扱いされるかわいそうな機体である。ということで防衛部隊のボール全滅です。クリア時に1機でも残ってた場合、ボールを入手できます。どこで使うのかなんてことは、聞いたら負けだ。ということでこのステージですが、アレキサンドリアを撃墜するか、敵数が5機以下になると全撤退してしまうので、初ターンにアレキサンドリアに挑発をかけて、おびき寄せてます。同性動力の関係でヤザンさんたちと同じくらいに到着するでしょうしね。落ちろ。なめんじゃないよ。暗いな。このままで済むと思うな。華麗なる切り払いです。正直このプレイを始めて一番感じたことは、自軍も切り払いと盾めっちゃするよねってことですね。盾に関しては通常プレイでは回避前提になるでしょうし、切り払いに関してもそもそも敵の武装切り払いできないものが多いだけって感じですね。何より、基本的にはやられる前にやれだから敵の攻撃を受けることが少ないしね。そういう印象がつきすぎてるだけな感じ、あると思います。今更ですが今回もコロニーで籠城です。もはや当たり前の光景ですね。
なみに先ほど、サンドロックさんにとって、ファケマが非常に相性のいい強化パーツと言いましたね。その理由を簡単に説明しておくと、まず、運動性を上げることで単純に足りない命中率を補えます。そして何より、移動力を上げること。これが非常に大きいです。F 完結編でウイングの機体を使って、誰しもが一度は感じたことあるのではないでしょうか。あれ、この機体思ったよりも硬くなくね、と。もちろん、F 完結編がインフレでバグってるからという理由はありますが、最大の理由は気力です。知っての通り、このゲームは攻撃力も防御力も、数値以上に気力が大事です。そして議題のサンドロックさんですが、素の移動力は5、さらに加速も持ってない。しかも最強武装の射程は1。こういう経験をしたことある方は多いのではないでしょうか。サンドロックさんが戦場に着く前に、敵がいなくなってた。通常プレイで2回行動ができてる環境だったらなおさらでしょう。つまり、戦闘をしていないので気力の上昇は1ずつ。この状態じゃ敵の攻撃で痛手を食らうのも当然と言えるでしょう。そう、サンドロックさんの何よりの弱点は、そもそも戦場にたどり着けないことにあったのです。そしてようやくたどり着いたら低命中率の攻撃。なるほどこれでは弱いと言われるでしょう。何よりその頃には安定して命中させられる敵なんてほとんど残ってないでしょうしね。そんなわけなので、サンドロックさんには移動力が上がるパーツをつけましょう。ファテマなんて飽きないわって場合は、アポジモーターでも十分な効果を発揮してくれます。そしてスパロボ FRR、なぜか一列に整列する敵。なんで皆さんこんな律儀に並んでくるんでしょうね。相変わらずバーニーの GP03 が強い。こんな言葉、スパロボ F で聞くことになるとは思わなかった。敵の数調整のためにどこのハンブラビは放置します。撃ってくるのどうせビームガンだし、狙ってくるのは体力と走行的にディザードですからね。そのうち攻撃もできなくなるから、こういう何機以下が条件の場合には本当に便利ですハンブラビ。そして知らず知らずのうちにヤザンさんのハンブラビも射程内に。ちょっと遠目なので、今ターンに倒すのは厳しそうかな。もらった。当たっちまったか。射程距離がいいからか。まさか射程距離が3しかない機体に乗せられているとは思わないでしょうね。弾切れたら目の前でも射程距離がいいからです。そこ。やるな。そう届かん。ちなみにヤザン隊はヤザンさんだけが超強気。残りの2人は普通なので、気力は上がってません。やはり、気をつけるのはヤザンさんといったところですね。ここでびっくり豆知識。実はヤザンさんとコウさん、それほどパイロット性能に差がなかった。技量が飛び抜けて高いように見えますが、これはコウさんの技量が飛び抜けて低いだけです。エマさんあたりと比べるとわかりやすいですね。そして手加減かけたのに意味なかったという。倒さないという意味では同じなのでまあ大丈夫でしょう。さっきの数値見てる限り、やっぱりヤザンさんもオールドタイプなんだなって思います。魔改造ハンブラビがよく触れられますが、ニュータイプに対抗するにはああするしかなかったんでしょうね。コウさんと同じくらいの性能なら、20レベル分くらい差を詰めないとアムロさんに対抗できませんからね。その程度かよ。ハンブラビが魔改造されるのは必然だった。魔改造する前にこのモビルアーマー形態の不具を直してあげてほしいですけどね。そして狙われ続けるキャオ。そしてハンブラビさんたちがすごい場所に移動しながら攻撃してきます。
ことでやられるかよ。落ちろ人がおとなしくしてりゃいい気になって。スーパー砲中対戦。ごめんなさい、これがやりたいがためだけに毛を狙わせました。当たれ。甘いよ。やったな。しまった。カトルくんがめっちゃ強く見える。いや実際めっちゃ強いです。さて、残りの敵数的に、野山隊の3人を倒してジャマイカンを倒すって感じだろうか。そうだね。今回はみんな射程内だし、一気に仕留めに行きたいところ。そして一向に反撃できないハンブラビ。ひらめきがいらないって幸せですね。初の魂。気力差があって心配だったので。動力部だけを狙って行け。なんだと。2万もくれる優しさ。ハンブラビは金塊でできてますね。間違いない。しかも毎回3体出てきてくれるしね。これからは貯金箱さんじゃ失礼なので、金塊さんと呼びますね。なお、モビルスーツ形態、お前はダメだ。何？あんな距離から。なんてパワーだ。何？あんな距離から。もはや精神コマンドすら使われない。精神ポイントの節約にも使える。つまりレベル上げにも使える。なんていい人たちなんだ。扱いがひどすぎる。そこ。なんてパワーだ。何？あんな距離から。ゴラオンで倒そうとして前に出てきたものの、位置が非常に微妙。まあこれならバーニーとアムだけどかせば当たりそうなので、問題はないか。地味強戦艦アレキサンドリア。戦艦強くするのやめてください。悪意に満ちたオーラ力よ。下がる。エレ様でダンケルも撃墜。当たる位置にいてくれてよかったです。野山隊だー。残りの金塊さんも倒してこれで完了です。カトルくんが入ってくれたおかげで、幸運使える人が増えたのマジでありがたい。今まで妖精2人とアムだけでしたからね。そして無駄に硬いアレキサンドリア。ほんと無駄に硬い。しかも微妙に威力もあるし、微妙に命中率もあるし。まあ地上に行ったらジャマイカンさんはなぜかクソ雑魚戦艦に乗り換えるのでどうでもいいんですけどね。
やはりめんどくさいので事前にセットしたオーキスをぶつけましょう。オーキスは爆発させるもの。いい感じに減りました。ダバで手加減かけたいので、もう少し減らしたいですね。お前は戦いに何を見出すのだ。砲撃手、しっかりしろ。貴様らなんぞに。やっぱり無駄に痛い。実はこれが素の運動性数値なんだから勘弁してほしいものである。ゼータガンダムと同じ運動性のアレキサンドリア。この一撃で決める。腕。まだまだこんなもので。ちょうど良さそうですね。これはダバで手加減タイムだ。変なところに当たるな。何をしている。腕。かわせた。最後は幸運持ちのアムさんでフィニッシュです。体力10って素晴らしい。手加減かけなくても8とかで残しましたけどね。リアルタスキ勘弁。これでどう。なんだと。ここで抜けるならそれまでギリアムさん使わさせて欲しかった。そして相変わらずのノインさんである。戦士の報告とは、まあトレイズ様ですからね。ということで、ゼクスとノインさんが抜けました。ちょうど加入したのが10話前くらいかな。想像以上の強さを見せつけてくれました。ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。